韓国ファンの推し活物語。 HKT48 全国ツアー広島公演が目前。ファイト、トナイト、パッキング。韓国ファンの HKT48 日本遠征準備システム。皆さんこんにちは。韓国から HKT48 チーム K4 の江口ココアちゃんを応援しているものです。 HKT48 15周年記念全国ツアーが開催中です。来週にはその2公演目となる広島公演が開催されます。私も広島公演に参加するため絶賛準備中です。そこで今回は私が日本遠征に行く際のパッキング方法をご紹介します。ポイントとなるのは次の3つです。1つ目はチェックリストと連動させること。2つ目はブロック化したキット。3つ目はファイトトナイトコンセプトの常時準備されたキャリーケースです。 HKT48 の推し活で日本に行くとなるとパッキングも一苦労です。特に苦労するのは次の2つのポイントです。1つ目は自宅でゼロからパッキングして帰宅後に片付けること。2つ目は現地でライブが終わった後疲れた状態でホテルで荷物を解き帰国のために再びパッキングすることです。こうして1回の推し活遠征で計4回も荷物のパッキングと荷ほどきが繰り返され、これは膨大な認知リソースと体力を消耗させます。そこでこの繰り返される作業を極力シンプルにし疲労を軽減するために私はファイトトナイトスタイルのパッキングを実践しています。ファイトトナイトは米軍が運用している概念として知られており、今夜戦争が起きてもすぐに戦闘を実行できるよう常時準備された状態を維持するという概念です。私はこの概念を取り入れアイドル推し活のパッキングに活用しています。まずキャリーケースは旅行から帰ってきた後も完全に荷物を片付けません。洗濯物や旅行中の購入品、次回の旅行で使わない書類などはキャリーケースから取り出します。そして次の推し活遠征がいつになるかは分かりませんが、ひとまず洗濯物として出した服の代わりをすぐにキャリーケースへ補充して入れます。靴下や発熱インナーのように毎回必ず着用するベーシックな衣類のことです。これらはキャリーケースに常に一定の数量が維持されるよう基本補給品のようにキープしておきます。そして毎回の推し活遠征で必須となる持ち物はキャリーケースに入れたままにしておきます。ココちゃんうちはライブ用ペンライト、常備薬、日本用変換プラグと充電ケーブル、ライブレポを書くための Bluetooth キーボード、聖地巡礼や現場での撮影用 Bluetooth 三脚などです。ただしこういったものは充電が必要なケースが多いです。やはり遠征から帰ってきたら後回しにせずすぐに充電してから再びキャリーケースに戻しておきます。そしてパッキングの際いろいろなものをそのまま詰め込むのではなく仕分け用、ポーチに目的別、機能別で分類して入れます。100均のトラベル用品コーナーに行くとこういった旅行用ポーチが売られています。ただし条件があって各ポーチの色が違っていなければならず、一部がメッシュになっていて中身がすぐに確認できる必要があります。このように
機能に合わせてブロックごとに分類したポーチを一つのキットと呼んでいます。それではこれから推し活キャリーの中身と各キットをご紹介します。まずは推しメンの生写真とアクスタです。自分がなぜ日本に行くのか忘れないようにするためです。あまり出張みたいに完璧なパッキングばかり気にしていると面白くもないし疲れちゃいますからね。推し活は楽しくてワクワクするものであるべきだと思います。ドルオタとしての初心を忘れないようにします。推し活に欠かせないペンライトです。ライブに行くなら当然必須ですよね。充電はできているかちゃんと動くかをチェックします。最近は電池式ではなく充電式が出ていて本当に便利です。予備のペンライトももう1本持っていきます。メインのペンライトが壊れたら予備のペンライトを使えば OK です。やりすぎと思われるかもしれません。でもペンライトなしでライブを見るのがどれだけ味気ないかドルオタならみんなわかりますよね。ペンライトを振ってこそ手にしっくりきてライブが楽しくなるんですよね。こちらは全メンバーのメンバーカラー一覧です。ライブを見ているとユニットコーナーで推し以外のメンバーもたくさん出てきます。そんな時他のメンバーを応援したい時に参考にすると便利です。もちろん全部覚えているベテランファンの方には不要でしょうけどね。Bluetooth 三脚です。劇場やライブ会場の前あるいは聖地巡礼の時に写真を撮って思い出を残したくてもぼっち参戦のドルオタにとって自分の写真を残すのは簡単なことではありません。そんな時 Bluetooth 三脚が大活躍します。テクノロジーがぼっちオタクを救ってくれます。空のペットボトルとミックスコーヒーの粉末です。空港の国際線ターミナルで出国審査を終えて免税エリアに入るとき液体物の持ち込みが禁止されているため飲み物を持って入ることはできません。そんな時これを持っていけば免税エリアの給水器のお水を汲んで飲めます。節約になります。海外遠征オタ活だからこそ節約しなければなりません。 Bluetooth キーボードです。ライブや握手会のレコを残すときスマホのフリック入力だとすごく大変です。そんな時 Bluetooth キーボードとスマホスタンドを使って入力するとすごく楽です。ホテルでノート PC みたいに使えます。配線整理キットです。各種充電ケーブルアダプター変換プラグシェーバー予備の電池などいろんなガジェット類をまとめておきます。ちなみに韓国と日本は電圧が違うので変換プラグは必須ですし多めに持っていくべきです。 Bluetooth イヤホンが壊れた時に備えて有線イヤホンを持っていきます。予備として電池式のペンライトも持っていくので
予備の電池も持っていきます。常備薬キットです。直感的にわかるよう白いポーチを使っています。絆創膏や豆用バンドなど現場のアイドルイベント後に起こりがちな怪我に応急処置できるグッズが入っています。身だしなみキットです。ヘアワックスやスプレー、フロスなど身だしなみやヘアスタイリングのためのグッズです。特に意外と携帯用の歯ブラシセットがかなり大事です。お口の中がすっきりしないとライブ中もずっと気になってモヤモヤします。うちわ修復用の糊とテープです。現場で推し活をしてるとうちわの一部が壊れちゃうことがあるんですよね。そんな時に応急処置をするための糊とテープです。 HKT 劇場に行く時のチェックリストです。劇場公演に行く時に必要な持ち物や役に立つコツをまとめたリストです。公演当日に日本に入国してホテルに荷物を預けてすぐ劇場に向かうと本当にバタバタするんですよね。そんな時に使えば迷わずに済みます。お泊まりセットです。ホテルで寝たり服を着替えたりする時に必要な発熱インナーと靴下が入っています。 T シャツパックです。ライブに着ていく T シャツとマフラーが入っています。ここでちょっと私が持っているマフラーとここちゃんを応援するために作った自作 T シャツを紹介します。まずこれは自作 T シャツではなく今回の15周年ツアーの時に購入したビブスです。この水色の T シャツは2024年に私が初めて作った自作 T シャツです。うっかり江口のアルファベットの I が抜けちゃいました。この T シャツは珍しく筆文字を使って作りました。名古屋のハイタッチ会の時ここちゃんがこの T シャツを見て驚いていたのを覚えています。初めて買ったここちゃんの個別マフラータオルです。注文して国際発送を心待ちにしていたのを覚えています。劇場で買ったチーム K4 の応援マフラータオルです。デザインが気に入って見てすぐ無理して買いました。2024年の田中美久さんの卒業コンサートの時に買った春マフラータオルです。最後に今回買った15周年記念マフラータオルです。ここちゃんの個別タオルをもう1枚欲しくて買いました。予備グッズパックです。あれば良いですがなくても構わない予備グッズです。アイマスクです。早朝の飛行機で重宝します。携帯用のボストンバッグです。グッズをたくさん買った時に重宝します。日焼け止めは野外コンサートの時に特に重宝します。洗濯物袋です。汗に濡れた服や靴下を他の服と分けて保管できます。ティッシュもあると便利です。
うちわももちろん大事です。うちわなしでコンサートには行けないですよね。スーツケースの内側に大切に保管しておきます。スウェットパンツも大事です。コンサートや握手会にジーンズを履いていくとすごく不便です。スーツケースベルトも役に立つことが多いです。それでは最終チェックをしてみたいと思います。グッズを一つ一つ一気に詰め込むのではなく、種類や機能別に分類した上で、分類したアイテムをポーチごとに詰めてモジュール化し、まるでカセットテープや CD を入れ替えるようにスーツケースにポーチごと収納します。こうすることでパッキングにかかる脳の負担や労力を減らすことができます。それではポーチごとにスーツケースに入れてみます。まるでレゴブロックを組み立てるように簡単にパッキングできます。コンテナ線と同じような仕組みだと考えていただければと思います。このようにポーチごとにモジュール化してパッキングすると日本の現地ホテルでも便利です。ホテルでも荷物を一気に広げるのではなく、ポーチごとに広げておけば物を見つけるのも楽ですし、ホテルから空港へ向かう際も再パッキングが楽になります。推し活遠征は普通の旅行よりもずっとハードで体力消耗も激しいです。なのでパッキングが楽になるだけでもかなり負担が減ります。ただこのようにパッキングしても推し活遠征が近づくにつれて忘れ物がないか不安になってきます。大切なのはこのようなパッキングの方法を記憶だけに頼るのではなく、推し活遠征のチェックリストを作って実際のパッキングと連動させておくことです。推し活遠征チェックリストの作り方や内容についてはまた別の動画でご紹介します。ともあれチェックリストの項目とスーツケースのモジュール化されたキットを対応させれば出発前の確認を効率的に行えます。このように前回の遠征から帰国した際、次の遠征に備えてスーツケースの荷物をあらかじめチェックリストに基づいてパッキングしておき、衣類を入れ替えて補充し、充電が必要な電子機器もあらかじめ充電しておきます。こうしておけば米軍がファイトトナイトの体制で備えるように、たとえ数日後にライブ参戦が決まっても負担なく簡単な確認だけでそのまま出発できます。チェックリストの内容、そして推し活遠征前の時期ごとにスーツケースをどう段階的に再確認するかについては別の動画でご紹介します。今日の動画はここまでです。説明が少し複雑になりすぎてしまったかもしれません。結局推し活も楽しむためにすることですので、あまり複雑に考えたり完璧を目指す必要はないと思います。ですがご紹介したファイトトナイトの考え方を取り入れれば複雑で大変なパッキングの少しは助けになるかと思います。ご視聴ありがとうございました。 HKT48 全国ツアーの広島公演がいよいよ目前に迫ってきました。しっかり準備して広島でここちゃんを全力で応援していきたいと思います。
これまでご視聴いただきありがとうございました。